普段使っている3部のラチェット、マタドールという日本ではあまり知名度のないメーカー品を使っていますが、ギアのフィーリングが最近ちょっと気に入らなくなってきました。なんというかラチェットの感じがパチンパチンと硬すぎる使用感なんです。もう少しギアの感じを柔らかくしたいと考えまして、メンテナンスしてみることにしました。今回は使う油の種類を変えてみることにします。経験上、サラサラ系だとがっちりした感じに対し、重たい系だと優しい感じになる印象がありまして、重たいグリスに変えてみることに。普段はサラサラなオイルを使っています。サラサラな方がゴミを呼ばないと推奨されることが多いっすよね。私もそれを聞いてサラサラ系を使ってきまして、多く入れすぎると隙間から溢れてきたり、あとは流れてしまってオイル切れを起こしたり、シールドタイプではシールを傷める可能性があるということ以外はサラサラオイルで問題は感じていなかったのですが、今回はフィールを変えたいので重たいグリスを使ってみます。使ったのはこれ、リチウムグリス。バイクのメンテナンスに使っていますマキシマのウォータープルーフというものを使ってみます。かなりねっとりめなグリスで、たっぷり使うと水の侵入を抑えることができるので細かなゴミも防げそう。試しに使ってみることにしました。洗浄した部品に塗っていきます。グリスにしろオイルにしろ入れすぎは良くないとは聞きますが、ゴミやら水やらの侵入を防ぎたいのと、そもそもフィールを変えたいという目的なので、自分でも多すぎると思う程度に入れました。特に蓋の縁やギアの裏側、ボディとの隙間に詰めるように塗っています。蓋をしてはみ出たグリスを拭き取って完了です。肝心のフィールは目的通りに柔らかくなりました。ギアの山を越える時のパルス感が弱まったような、角が取れたようなフィールですね。空転トルクは重たいグリスを入れていますから、厳密に測ると重くなるのかな。しかし感覚としては空転トルクまで軽くなったような印象を受けています。パチンパチンと言っていたラチェットの音も少しくぐもったようなおとなしい感じになりました。明らかに音量も下がっています。ただ、フィールは悪くないんですけど、グリスが出てきちゃうのが嫌ですね。シールタイプではありませんので、使っていますとグリスが隙間から溢れてくるのがネガでした。2月ぐらい使ってみてゴミ噛んだり問題は起きておりませんが、ヘッドがグリスでネチョネチョするんですよね。ヘッドを拭いていることが多かったです。異物の侵入を防いでくれていたのでしょうが、いつかはこれ逆にゴミを呼ぶことになりそうっすね。いつまでも出てきて落ち着かなかったので入れすぎたのか、そもそも構造的に出やすいのか。フィールは良かったんですけど、この状態で使うのは嫌だとなってしまいました。で、なんとなくお店に並んでいたマタドールのラチェットを触ってみたら自分のと全く違ってまして、分解してみたらスプリングが違うんですよね。線形も違えば自由帳も違っていまして、全く違う部品が組まれていました。マイチェンしたのかと思いましてリペアキットを取ってみるも、こちらもうちのと同じがっちりとしたスプリングが入っていまして、結局もう一度お店に行って現物見ながらこのスプリングだけ交換をしてもらいました。このゆるふわスプリングをほとんど油入れずに組みまして、今現在はとても気持ちのいい好みなフィルで動いてくれています。どちらが正しいというか新しいものなのかは分かりません。ギア飛びしまくってクレーム入ったからスプリング強くしたのかもしれませんし、ガチガチすぎて人気なかったのをゆるっとさせたのかもしれません。今のところギア飛びしたりはないですが、ここまで柔らかいと操作には気を使っています。このマタドール、中身は全くひねりのない2枚爪を細かくした90ギアなので、レバーの切り替えはしっかりと行う。大きめのトルクをかけるときはじわっと力を入れていくことでパウルをしっかりとかませると、空転の軽さとトレードで多少気を使うアイテムになりました。低トルクではとても使いやすいんですけど、40ニュートンくらいまでの作業に限定まではしてないんですけど、力む作業には違う道具を使うことが多くなりました。さて今回、中に入れる油を変えたりスプリングを変えたりと3種類の組み合わせ試してみたのですが、どれが正解とも答えは出ませんでした。
パリ高の舞台、砂漠で使う場合はドライ仕様が都合良いなんてかっこいい話も聞いたことがあります。いろいろと試してみて面白かったですね。メンテナンスは難しい作業ではありませんし、やると道具に愛着も湧きます。ラチェットのフィールは今回の結果の通り、スプリングの強さや機構に依存する部分が多いので、メンテナンスで大きく変えるというのは難しいですが、あと少しな場合にはぜひ試してみていただきたいです。ご視聴ありがとうございました。当チャンネルではこんな感じに道具の紹介をしております。お時間許しましたら他の動画も覗いていってみてください。皆様には再びお会いできますことを願っております。それでは次回まで。See ya!